大場さんコメント来てます。はい。これみゆきちさん。みゆきち、はい。はい。メダカをされるのかな。メダカをされる方なのかな。そうなんですよ。みゆきちさん。ハンドメイドフェスティバルで大宮の盆栽屋さんが出店しており、はい。目が引きつけられて初めて盆栽をお迎えしました。はい。約2週間経ち、つぼみも膨らんで花が咲くのが今かと待ち望んでいる矢先に、はい。アブラムシを発見してしまいました。はい。これを機会にちゃんと育て方を調べようと思い立ち、こちらの動画に出会いました。はい。とても分かりやすい説明で今後の育て方が分かり、楽しみが増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。アブラムシ。アブラムシ、はい。アブラムシはですね、言うちゃなんですけど、例えばアブラムシのお薬で検査をする期間があるじゃないですか。効き目があるかどうか。はいはい。これは農薬専門店の方から伺った話ですけど、特に他の虫もそうなんですけど、特にアブラムシはテストでその薬を使ってみて100匹、例えばですよ、100匹のアブラムシがいて1匹でも死ねば効果ありというお話をされるんですね。実際は聞いてないわけですよね。1匹だったら水かけでも死ぬんじゃないかという、そのぐらいちょっとあれやと、そのぐらいアブラムシが今強くなっているということなんですよね。で、もう毎年って言ってもいいぐらい新しい薬が出るそうです。で、アブラムシ自体はですね、自分で体を半分に割って、でまたその割ったやつがまた半分に割ってどんどん自分で体を割って増えていきますよね。だから1個のやつが2個パコッと割れて、でここのやつがまたパコッと割れてっていう風に、だからあっちゅう間に増えるわけですよ。で成虫になったら羽が生えてぴょーっと飛んでいくと。で要は駆除をするのに、だからアブラムシもそうだし、あとカイガラムシっていうのがいるんですね。カイガラムシもそうだけど、非常にあっちまに増えていくと、駆除しないとですね。でじゃあこれを薬がお薬かけるのも一番一つの方法ですからいいんですけどね。で、こまめにやっぱああいうアブラムシとかカイガラムシなんか特に例えば梅とかああいう柿類とかですね、ああいうのよくつきますので、そういったものにはこまめに殺虫剤消毒をするとかいうふうなことも一つの方法ではあるんですけど、でその農薬専門の方に非常にアブラムシなんかもよく出て実は困ると。で先ほど話出た長寿梅なんかもこれなんかそうですけど、アブラムシがつきやすいんですね。で花芽が膨らんでくる頃につぼみの膨らんでるところにアブラムシがいっぱいつくわけですよ。でこれに有効的なのって長寿梅って意外に殺虫剤に弱いっていう体質があるんですね。弱いってそれかけたから枯れるってわけじゃないんですけど、やっぱ、あまり薬に強くないという性質があるので、あんまりバーッと薬をかけるのもっていうのがあってですね。でそうですね、市販されてるやつでどこでもっていうと量販店でも買えるようなお薬だとオルトランっていう薬があるんですね。であれの粒状のやつで鉢の中にパラパラ巻くやつがあるんですけど、あれなんか結構いいですけどね。その匂い、あと水をかけた時、雨が降った時なんかに染み込んで木がそれを発散すると。でああいったアブラムシなんかの駆除にも役立つというのがあって、で当然噴霧器なんかで散布するお薬なんかもいっぱいあるんですけど、そういうのを定期的にやるという方法もあるんですけど、こればっかりはですね、いたちごっこっていうのかなんだ、もう一回駆除したから安心じゃなくてですね、また出てくるわけですよね。でなんか方法はないもんじゃろうかと。でじゃあもう一回やったら全滅させてっていう強いお薬っていうのはやっぱりそれなりの薬害等もあるので、今あまり強いお薬は販売禁止になってたりとかですねするので、特に人間の人体に害のないようなものとなるとどうしても毒性が低いもの、で虫はだんだんそれに慣れていくと、なかなか消毒が死なないっていうようなことになってくるので、その農薬の専門の方聞いたらですね、特に
ご自宅なんかでお庭なんかもそうですけど、アリがもうって大変やと。でアリの駆除なんかないやろかと。でアリも駆除するのっていろいろあるんですけど、じゃあ何をしたらいいんだろうかって言ったら、餌になるものをなくせばいいと。アリなんか特にですけど、必ずアリの巣がたくさんうちはあるんだというところにはアブラムシと、カイガラムシとこういうのがたくさんいるらしいんですよね。だからそういったもののまず餌をなくすことで、そのためにアブラムシやカイガラムシなんかを、駆除する方法は、まあ、定期的な散布が一つ、あとはやっぱ日当たりと、まあ、通気性というかですね、風通しのいいような、そういう状態にしとくということも一つの手ですね。あと、まあ、盆栽なんかする方はそうですけど、今の時期と春締めがわーっと吹いてからの時期って姿が変わるじゃないですか。そうすると、まあ、こういうのでもそうですけど、こんなやって置いとくと新芽が出てくるともう重なり合ってきますので、そうすると影になる、日当たりが悪くなる、当然、虫が巣を作りやすくなる。だから薬なんかかけても中まで染み込まない、いろんなあんま良くないこともあるので、やっぱり棚はまあふんだんにちょっと間隔を空けて並べるだとか、そういった日頃のちょっと工夫ですよね、そういったものをやりながらやっていかないと、薬だけに頼るとかそういう形だとなかなか全滅というわけにはいかないのかなというふうには思いますけどね。はい、特にまあこれのアブラムシなんかはよくつきやすいので、はい、やっぱなんかある程度こう、まあ、駆除もそうですけど、日当たりをやっぱり良くしてあげたりとかですね、そういう工夫もしてあげるといいかとは思います。はい、その日当たりと風通しを良くすることによってやっぱ虫なんかがつきにくくというか、つかないわけじゃないですよ。でもそういうのが隠れる場所とかですね、そういうのを、まあ、要は減らすわけですよね。ともう一つは葉水って意外と大事でですね。言ってましたね。まあ、夏場昼間上かけるとその上かけたやつの水玉がレンズの役目をしてとか言われる方いらっしゃるんですけど、じゃあ夕方葉水をするとかですね、全体にもバーッとかけてあげることによって虫を減らす効果はありますので、だからその農薬の専門店のご主人から聞いた話では、特に春なんかとか春とか、梅雨時とかですね、雨の多い年はその年は夏以降秋なんかに出てくる虫の数が激減すると。逆に雨が少ない年は秋の虫の量が多いと。で秋っていうのは要は、今年も去年もだいぶ被害が出たっていうふうに聞きますけど、カメムシとかですね、ああいうのもそうですし、いろんな虫が秋なんかでも出てくるんですけどね。でそういうのの数が極端に減ると。この雨が多いか少ないかでだいぶ違うんだよと。で雨が多いだけでそんな違うんですかって言ったら、その考えてんと、雨粒は人間からしたら小さいけど虫からしたらもう大洪水のあれやと。だから雨がもうバーッと土砂降りが続くような時っていうのは虫はもう命がけやと。でやっぱそれで流されて、卵が流されて、幼虫が流されて死ぬっていうのもかなりの数おるんだと。でもいなくならないほどの大量な数があることはあるんですけど、これがやっぱ雨の少ない年はやっぱ虫の死ぬ割合も少ないと。だから夏以降秋なんかに虫がたくさん出ると。で虫がたくさん出たら、じゃあ翌年また卵をたくさん産むと。だからまあそういうふうな形になるので、まあ春の長雨でいろいろありますけど、春に雨降らないとか、梅雨時に今年は空梅雨やとかいう時はやっぱり注意して予防の消毒だとか、風通しのいいように日当たりを良くするというような工夫をしておかれると、まあ多少でも違うと思いますのでね、まあそういうのも一つの手だというふうにお考えいただくといいかとは思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。